Soul Calibur 6. 一から始めるソウルキャリバー超初心者講座始めていきたいと思います。私 PGW 所属のプロゲーマー上園と申します。皆様よろしくお願いいたします。今回のシャープ4から、システムについて解説していきたいと思っています。やっててもね、聞かないとわからないこととか、自分でね、調べないとわからないこと結構あるんじゃないかなと思っています。キャラの知識とかっていうのは、割とね、その周知されてるとか、同キャラ使い同士で、意見交換してね、共有されてるものとか結構あると思うんですけど、システムは、多分ね、そんなに話に上がらないような、気がしています。結構、上級者にならないとそこまで積めないのかなという印象ですね。ただ、これから解説していくのは、詳しくというよりかは、最低限知っておけばね、対戦や観戦する上でも、役に立つかなって感じで考えています。今回ね、前にもちょっと触れたんですけど、8way ランと、そしてね、ステージについて解説いたします。それでは、超初心者講座始めます。はい、というわけで本日はこんな感じでやっていきます。8way ランについて、ステップについて、ステージについて、以上3つ見ていきたいと思います。はい、それではね、早速、8way ランとステップということで、こちらお話ししていこうかなと思います。以前ね、8way ランはお話ししたんですけど、あれは本当にその、触りの部分だけだったので、もうちょっとね、突っ込んだところ話していければなと思います。で、早速、忘れた方もいるかもしれないんで、8way ラン、どんなものかと言いますと、こんな感じでステージを自由に、斜めにもね、一応これ斜めに動いてます。はい。斜めにも動けるし、横。このゲーム横に動くとね、どんどん相手に近づいていっちゃうんで、これ横にね、上と下だけ入れてるんですけど、もうこんな近づいてます。斜めに入れると、ちょっとずつね、離れていくって感じですね。はい。で、あとは前後。で、なんでこのゲーム、この8way ランが大事かっていうと、こっち画面の奥の方もよろしいんですけど、ですね、崖があるんですよ、崖が。で、崖があって、この崖ね、見てる通り崖なんで、落ちると、ラウンド終わります。体力どんだけあっても、この崖から落ちちゃうんですよ。だからこういうね、ちょっと吹っ飛ばす技当てれば、端から落ちちゃうんで、この状況でね、こういう小技、吹っ飛ばない技だったらいくら食らっても大丈夫なんですけど、吹っ飛ぶ技を端で食らうと、一発で、これリングアウトしてラウンドを落としてしまうので、この8way ランを駆使して、この端から逃げる。端を背負わないように動くっていうのがとても大事ですね。だから端が近くなったら、落ちない位置に移動する。当然ね、相手もそれを見越して動いてくるんで、細かい駆け引きが必要になるんですけど、基本的には、ね、その端に行かないように戦う。逆に相手を押し込みに戦うっていうのがすごい大事です。はい。続いてステップなんですけど、ステップ、前ステップ、後ろステップ、前ダッシュとかバックダッシュって、多分その、鉄拳とかでも前前、後ろ後ろなんですよ。これ入力、鉄拳だとかだったら。ただキャリバーはちょっと違くて、これ前入れるだけ。前入れるだけで前ダッシュします。めっちゃ楽です。で、後ろも、後ろを入れると、こんな感じで自由に、自由っていうか下がってくれます。はい。当然ね、横とかも、そもそも8way ランなんで、はい、横とか勝手にやってくれます。で、それとは別に、ちょっと移動したい時とか、一回入れると、一定距離進んでくれます。これがステップです。こんな感じで。これは一応4方向なのかな。
斜めとかに入れても、いや一応ね、斜め行ってくれてる気がするな。ちゃんと入力すると。まあでもあんまり気にしなくていいです。ステップは基本的に前後左右で使う感じです。はい。で、このゲーム、その、横と後ろ方向のステップとか8ウェラの出始め、一定時間ガードできない時間が存在するっていうのが、覚えておいてほしいポイントですね。移動してすぐガードしても、なんだろう、前とかだと、こんな感じで前ガードってすぐできるんですけど、あと攻撃もそうね。攻撃がすぐ出ます。どの移動しててもいつでも出せます。ただ、横とか後ろに行ってガードってやると、しばらくガードできない。ので、この間に相手が攻撃出してると、タイミングが悪いと攻撃食らっちゃうので、ここがね、このゲームのダメージの取り方みたいな感じになってます。その相手が後ろ下がるって思ったら、そのタイミングで、当たるぐらいのタイミングで長い縦切りを出したりとか、このバックステップしてるんだったら。で、横行ってるんだったら、近い距離だと大体横行くんですけど、横はその横切りを合わせて、その移動の出始めに攻撃を当てるっていうのが、このゲームの、ここは中級者ぐらいかな。すぐガードしてるのに、ガードできないんだけど、なんでっていうポイントでもあるんで、ここはね、覚えておいた方がいいです。そのシステム的に一定時間ガードができないっていう時間が存在するっていう風に覚えておいてください。はい。はい、続いてステージについてですね。はい、続いてステージになります。で、ステージが、このステージで言うと、3つね、効果を持ったオブジェクトというんですかね、ものがありまして、じゃあまずさっきこれ説明した、こっちのね、この水のところ、これ落ちるとリングアウト。どんだけ勝ってても、落ちたら、そのラウンド負けになります。はい。続いて、この開始位置から押し込むと、これ後ろにね、これ壁があるんですよ、壁。で、壁って、何が起きるかっていうと、吹き飛ばす技を当てると、壁にね、一定時間張り付く。壁際専用のコンボができるっていう感じで覚えていただければ大丈夫です。なので、壁も背負わないようにしたい。普通のコンボだと、ヒラだと、こういうのとか、こんなんで、2割ぐらいのダメージなんですけど、端でこのコンボ手動技、浮かせ技を食らっちゃうと、めちゃくちゃ簡単なコンボでもさっきよりも減っちゃう。ダメージが伸びる。って感じなんで、端、そして崖もね、背負いたくない。あとね、この低い壁。で、このステージしかないのかな、6。この壁に、柵に当てると、柵、まずね、これ上ね。柵。これ、上飛び越えると、落ちちゃうんですよ。落ちちゃう。だけど、その、浮きが低いものだったら、落ちない。ただ、当てると壁が壊れます。はい。この柵は、一回攻撃、吹き飛ばすと敵をね、吹き飛ばして当てると、もう柵が壊れて、追撃が入って落ちちゃう。結局落ちちゃうんだけど、こういうね、壊れる、ハーフフェンスっていうのかな。はい。低い壁、あります。で、高い浮かす技だと、こんな感じで越えて落ちちゃうという感じですね。ちょっとステージ変わったんですけど、このステージは、4面低い壁に囲まれているステージで、このステージのこの柵ね、これね、低い壁。これは、さっきのステージだと、柵が当たると壊れたんですけど、こういうね、壊れない、その低い壁っていうのも存在します。これ上ね、上越えるんで、浮かせ技、高めに浮く技だと、この柵をね、飛び越えてリングアウトするんですけど、
このステージの場合だとこんな感じで落ちない。でさっきの状況だと同じこのコンボを入れて落とせたんですけど、このステージでは落とすことができる。ステージによってね、こういったリングアウトがあるものとか、この全面ハーフフェンスですねがあったりとか、壊れる柵があったりとか、いろいろねオブジェクトがあるんで、この辺を意識してこの8ウェイランとステップでね、で安全な位置なのか、その危険なのかで有利だったり、不利だったりするんで、そういう場所をね見てポジショニングして戦っていくっていうのがその上達の秘訣なんじゃないかなと思ってます。今回の動画はここまでとなります。システム解説というわけでね始まったんですけど、やっぱ時間がかかるなと感じました。システム1個でこれだけかかっちゃったんで、面倒だなとか、もっと先がね早く見たいなって方はね攻略ウィキがありますので、そちらをねぜひ見てください。で次回ですね、次回は、リバーサエッジについて解説していこうと思います。正直に言いますと、この動画と同時進行で、作業してたんですけど、またね30分近くなっちゃいそうだったので、もうビビって時間送りにさせていただきました。で、リバーサルエッジがですねソウルキャリバー6から追加されたシステムなのですが、分かってないと多分結構ひどい目に遭わされるので、次回やっていこうかなと思っています。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。